Wi-Fi の、ちょっと調子が悪いですね。悪いですね。はい。はい。つながるまで話をすると、かえって二世たちというのは、親たちについていくしかなかったわけで、ですから彼にとっては追放だったということが、というふうに言われておりますけれども、あ、まだWi-Fi の調子が悪い。みおさん、ちあの、ょっとつながりが悪くはて、い。聞き逃してしまったので、少し前に戻っておはい。話してもらえますか？はい、お願いします。はい。ます。戦争で、収容所へ皆さん、はい、日系人は、そうですね。はい。米そのぐらい軍からいいですか？キャンプで働いた人だとか、通訳だとかをした人たちがたくさんいまはい。したね。そうです。はい。戦後、食糧難の時代で生きていくためには、やはり、進駐軍の家庭で働いたり、メイドですね。それから、運転手であったり、アメリカ軍基地で通訳として働いたりとか、そういうカナダでの生活経験を生かして、皆さん、働くようになりました。はい。はい。それから、そうすると、やはり皆さんは、ひどい差別の中で収容所にも入れられ、いろんな苦労をしてきたカナダでの生活だったんですけども、日本はその当時すごく疲弊してた。収入的にも生活が苦しかったので、やはりカナダへ戻りたいっていう希望が高まって、1950年になると、地元のこのミオ地区でカナダ交流協会っていうものを、組織を立ち上げて、それからカナダに在住の人たちもその交流協会にも参加し、カナダの情報を伝えてくれる。それでこの地元ではカナダ大使館と交渉して、そのカナダ国籍、市民権を持っている人たちはカナダで働かしてほしいっていうことで交渉して、やがてカナダもそれを受け入れるようになりました。そうすると、400人近く帰ってきた人たちの働ける人たちのすべてはカナダへ戻りました。これがまた、やはりいかに日本が苦しかったかっていう証でもあると思うんですけども、そうやって、皆さんは今、カナダで、頑張って働いて、私たちはその恩恵を受けて、この地元はその人たちからの仕送りとか、いろんなものの恩恵を受けて、この村は、ずっと続いてきたわけですけども、今現在、カナダ移民1888年、このゲイさんがカナダに渡って134年、もう135年になりますよね。そういう、その世代がやっぱし今だいたい5世ぐらいのカナダでは世代になっています。で、ミオではやっぱりその記憶を受け継ぐ人たちが、やはり高齢になってお亡くなりになったりして、記憶をつなぐっていうことができなくなってきましたので、今、皆さんにご案内しているこのカナダミュージアムというものを活用して、カナダ移民の歴史を保存して次世代に受け継ぐっていう、活動をしています。そう、ミオさんのような方がですね、次に続く若い世代がですね、欲しいと思うんですけれども、ミオさんご自身は、あれですか、2世、3世とかそういうその背景があるわけですか？私はもうずっとこの土地の生まれです。ずっと生まれてこの土地に暮らしてます。それで私個人で言えば、父の祖父の妹が大伯ですね。カナダに嫁いで、カナダのミオの人に嫁いで、漁師だったんですけども、嫁いで、もう小さい時からカナダからのいろんな小包とかをお互いに小包をやり取りして、カナダからも帰ってくる、そういった交流の中で育ちました。それと結婚してからは、主人の母は、今まだ健在ですけども、スティーブ・ストーンバレーの日系2世です。ああ、そうですか。はい。それで、主人の母の兄弟たちは、ほとんどはカナダで在住です。ああ、なるほど。はい。それで、両方に繋がってるわけですね、日本と。そうですね。はい。はい、そうですか。ミオにですね、そのマイナーのように、やっぱり2世、3世がルーツというか自分の祖先をですね、
訪ねてこう来るというルーツツアリズムがあるようですけれども、そのはい。彼らに提供できる材料っていうのはあるんでしょうか？ちょっとその辺を。そうですね。その訪ねてきた人たちは、やはりその自分たちのおじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃんとか、その先祖の方たちがどこに住んでたのかとか、そういうことを知りたい希望を持って、で、何かしら、昔の、家のところを知りたいとか、そういった、目的を持って来られます。で、その方たちに、情報提供できるのは、やはり、こういった施設なので、そのために、カナダに渡っていた人たちのリストっていうのが、水田春さんっていう方が、そうですね。長年苦労して水田情春さん。報を集めて、はい。はい、リストを作ってくれてますので、そこから、その元の家であったりとかいうのは、ある程度、分かってきます。なるほどね。また、はい、水田さん、僕も存じ上げてますけれども、非はい、常に貴重な、仕事を残してくれたわけですね。まあ、そうです。まだ生きてらっしゃいそうです。ますけど。はい。移民者の、ミオの移民者のリストを作ってくれたおかげで、古いつながりが分かったりとか、なるほどね。そういった、貴重なリストです。OK。いや、その辺のところはですね、我々カナダサイドでも、なんていうか、お手伝いできることがあるように思うんですよね。ですから、これからそちらのそのミュージアムとですね、カナダ側、移住者委員会ですね、これもっと連絡を密にして何かお手伝いできることがあったら、したいと思います。ぜひともこれをやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。皆様ありがとうございました。失礼します。それでは、伊豆さん、ミサさん、はい。どうですかあなた地方創生、の仕事をなさっていらっしゃいますけども、その観点からミオアメリカ村をどういうふうに位置づけていらっしゃいますか？そうですね。過疎化っていうのはもう、どこも共通の問題なんですけども、ただここのミオという、この地区に関しては、やはり移民の歴史という、貴重な財産があると私は思っています。そう思いますね。移民史は一つの財産だと思うわけです。アセットだと思います。でもこの財産はですね、地元の人たちが語らなくなったらすぐに消えてしまうんじゃないかと思います。カナダの移民社会から見たとき、和歌山県のミオは、例えば長野万蔵の長崎県口之津がありますね。それから滋賀県の彦根、彦根市はコロナが始まる前まではですね、毎年高校生のツアーを送ってきたんです、こちらに。で、滋賀県人会がこちら側で受け入れ側になって、トロントだとか、それからシアトルですね、に滞在するということをやってました。で、私も、日経文化会館で、彼らが来た時には、日経史をこう語るというんですね。1時間くらい、30分くらいかな。で、1時間でその館内を説明したり、移民史を説明するということをやっていました。ですから、そういうふうにですね、ミオもこれから、そちらの方向にですね、やって、いただけると、この先、次の世代にですね、非常に受け継がれる可能性が出てくるんじゃないかと思います。あゆさんもその辺は、励みになるんじゃないかと思いますけれども。それでは、この次にですね、リサさん、もう一つお聞きしたいことがありました。はい。先ほどこの古民家を改造した有心案っていうのがありましたけどもね、例えば、日系人だけじゃなくて、一般カナダ人、あるいは我々、僕なんか子供たちを、ミオに送りたいですね。というふうに考えたときに、そのなんていうかな、観光の魅力、付加価値を高めるアイテムっていうのがいくつかあると思うんですけど、それをちょっと説明していただけませんでしょうか。ですね、先ほど、古民家、空き家を改装した古民家宿、
をNPO がオープンしたというふうにお話ししたんですけども、今ちょっと日本全体として古民家宿っていうのがブームになってるんですね。で、まさに田舎のおじいちゃん、おばあちゃんのお家に滞在するような、そういう気分を味わってもらえるので、すごく人気です。で、ここはやっぱりミオは、日系、もうすでにその親戚がもういないですとか、うちがないですとか、そういう日系人の方も多いんですね。なので、そういう方に古民家に泊まっていただいたら、日本の文化なんかも体験していただけるんじゃないかなと思います。いいですね。ゆうすけさん、もう一回スライド見せてもらってもいいですか？素晴らはい、しかった。どうぞ。これですね。はい。これはね、有形文化財ですよ。これ、有形文化財にお泊まりになれるという、めったにないことですよ。で、一つ洋風のお部屋があるんですね。はい。純はそうなんですけども、そこに洋風の部屋があるっていうところが、やっぱり和洋折衷です。ミオ風です。素敵です。はい。ぜひ行きたいですね。それからですね、和歌山県というのはそれだけじゃなくて、紀伊山地の霊場と、それから三景堂ですね、熊野三山、この世界遺産があるんですよね。はい。そうです。和歌山県には、高野山と熊野古道という、世界遺産があります。で、実は私はそこで、英語のガイドをもう10年ぐらい、してるんですけど、ここ、飲み屋に滞在してもらったら、美はちょうど和歌山の真ん中なんですね。なので、美を美代に滞在して、例えば高野山に日帰りで旅行に行くですとか、熊野古道に日帰りで歩きに行くなんていうこともできます。OK。素晴らしい。英語ガイドをなさっているということで、僕の息子の家族、孫を連れてですね、ぜひとも送り出したいと思うんですけど、ただ僕自身ですね、ちょっとですね、今のお話聞いて、ぜひとも紹介したいのはですね、忘れては困るのが、その世界遺産に、道成寺は世界遺産になってます？残それに含念ながら道まれてます？成寺は含まれてないです。はい。この道成寺こそ世界にこのよく知られている、ものだと思うんですけれども、えー、坂東玉三郎の娘道成寺だとかいうことで、非常に華麗な舞台で、華麗な衣装替えだとか、非常に有名な、歌舞伎になってます。それから、能にも道成寺になってますね。で、全部こういうものが、道成寺にこの御代にあるということがですね、ものすごいなんていうか、郷土、この和歌山県御代を、なんていうかな、非常に価値のあるものにしていると僕は思うんです。で、なんか皆さんそれに気づいてほしいなと思うんですけども、実は僕はこの10年前にこの天と天皇という本にハマっておりましてですね、この梅原武という歴史家が書いたこの本ですけれども、この天というのは何のことない御代御母ですね、そこの出身の、実はこの天の娘が文武天皇、このお妃になったんであるという伝承がですね、1200年前からあるわけですよ。ですから、全部この天と天皇は、道成寺に基づいて書かれた本なわけです。ぜひとも私はこの道成寺に、コロナが明けて自由に出入りできるようになったですね、行きたいと思っております。その時はガイドよろしくお願いいたします。道成寺は御代ではないんですけど、実は私が今住んでいるところは道成寺のすぐ近くで、すごく子供の頃から親しんできたお寺です。なのでぜひいらしてください。ご案内させていただきます。はい、それから栗林あゆさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あゆさん3年生ということでしたけども、大学を出た後どうなさる予定ですか？はい、私は
来年大学を卒業する予定なんですけれども、将来は小学校の先生になりたいと思っています。で、私が高校生の時に和歌山県からのカナダ移民について学んだように、小学生にも少しでもカナダ移民について知ってもらいたいと思っています。ただ、小学生が移民について学習することは少し難しいことかもしれません。しかし、授業の一環で久野儀平物語を読んだり、実際にカナダミュージアムを訪れたりするのはどうかなと考えております。まずはカナダ移民の歴史が和歌山県美浜町三尾出身の久野儀平の勇気ある行動から誕生していたことを知ってもらいたいと思っています。以上です。はい。ありがとうございます。ぜひともですね、伊豆石先生の後継者となって、英語ガイドの資格を取ってですね、頑張ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。本当ですね。はい。はい、皆さん、カナダ移民の原点とも言われる和歌山、三尾との、その周辺へぜひぜひ、行ってください。そして観光ガイドにはミサさん、それからあゆさんと三尾孝恵さん、館長さんにぜひ会いに行ってください。本当にありがとうございました。それでは、ありがとうございます。ありがとうございます。